はい、皆さんこんばんは。本日ご紹介するのは東京マルイ G19 ジェネレーション5 MOS ガス風呂バッグになります。多分大人の事情で G19 の名称ですが、モデルはご存知の通りグロック19のジェネレーション5だと思うので、グロックと呼ばせていただきます。グロックはこれまで東京マルイのグロック 18C、19、26、あとバトンのですね G17、あとお借りしたものではベルのグロック34、ウマレックスのグロック 18C、19X42 と多種にわたってレビューさせていただきました。なので東京マルイのジェネレーション5シリーズについても、あえてですねグロック17は入手していませんでした。もちろんバトンのですね G17 を保有しているのも購入しなかった理由でもあります。ただ他の方のレビューを見る限り、G17 がですねかなりブローバックが強くなっているというお話を聞いて、その内ごたえがちょっと気になり、グロック19のですねジェネレーション3を手放していたので、バトンの CO2 と迷いましたが、東京マルイ製のグロック19こちらを購入することにしました。東京マルイのですねグロックの見た目の改善点やその内味について、記憶をたどりながらジェネレーション3と比較してみたいと思います。手にした印象ですけれども、スライドとフレームのコントラストが非常に印象的ですね。スライドはかなり金属感を意識した作りだと思います。東京マルイのグロックは以前少し大きいっていう情報があったと思うんですが、実際スライドをジェネレーション3と比較してみましたが、確かに少し小さくなってましたね。いつの時期か分かんないですけど、ジェネレーション5になって実銃に近い作りに改善されているのかと思います。グロック19のコンシールドキャリーに適したこの大きさがですね、私はいろんな意味でちょうど良いと感じました。それでは各部見ていきたいと思います。マゼルは 9mm 口径の形状です。ジェネレーション5仕様でスライド前面の面取りの要素が反映されていますね。フロントサイドにホワイトドットが入っています。エッジはジェネレーション3よりかなり立ってる気がします。あとフロントサイド上部にもですねドットの穴は開いていますけれども、ホワイト等は入っていません。リアサイドはこの字型のホワイトが入っています。フロント前部と後部にはコッキングステーションがあります。こちらもジェネレーション5仕様ですね。左側の刻印はこの通りになります。リアル刻印ですかね。このスライドのですね色合いと質感は非常に金属感があり良いですね。スライドは高耐久カーボン入り樹脂とのことです。耐久性が期待できますね。フレーム下部にはですね、独特なアンダーレールがあります。また東京マルイ独特のですねシリアルプレートのセーフティー、こちらもありますね。トリガーにはトリガーセーフティーがあります。トリガーはですねコッキングインジケーターの役割もあって、このスライドを引くとですねこのように前に出てきます。トリガープルですが、ジェネレーション3と比較すると少し重めに感じます。これは個体差もあるかもしれません。マガジンリリースボタンはこちらワイドタイプですね。スライドストップは左右にあるアンビタイプになります。あとこちらはですねスチール製になります。グリップは前後左右にですね、チェッカリングがあって、このフィンガーグループのないジェネレーション5仕様になります。グリップバックストラップは2種類 ×2 サイズ S、M が付属しています。私はそのままを使用しています。マグウェルはですねジェネレーション5仕様のこのフレア形状になっていますね。このジェネレーション3と比較しても少し大きくなっているのがわかるかと思います。あとラインヤードリングがついていますけれども、こちらは取り外し可能です。スライド上面にはですねモス仕様のためモスカバーがついています。こちらはスライドカバープレートの上部を押すことで簡単に外れます。付属のマウントスペーサーを装着することで
東京マルイのマイクロプロサイトが装着できます。右側の刻印はこの通りです。スライドにですね、グロックのロゴや、あとシリアルナンバーですかね、そちらが刻印されています。エキストラクターは別パーツに見えますが、もしかしたらスライド一体かもしれません。あと今回気づいたんですけれども、トリガーピンとトリガーハウジングピンの2ピンデザインですね。ジェネレーション3はこちらこの3ピン構造なので、この点もですね、ジェネレーション5仕様がきちんと表現されています。マガジンの相談数は22発になります。こちらマガジンフォロワーがオレンジ色なのもいいですね。これ最初マガジンリップがですね、ちょっときつくて BB ローダーでの玉入りが非常に難しかったですね。あとマガジンの本体の挿入も結構きつめで、かなり機密が逆に保たれているのかなと思いました。あとマガジンバンパーですね。こちらこの注入口がないこのバンパーが可動式になっていて、このような感じで稼働することができます。あとグロックのロゴも入っています。それでは通常分解したいと思います。マガジンは抜いておきます。こちらスライドを引いてですね、スライドロックを下げるとこの通りスライドとフレームに分解ができます。こちらがリコイルスプリング一式ですね。こちらがアウターバレル一式です。これリコイルスプリングは実銃と同様デュアルリコイルスプリングガイドですね。この銃口側とですね、あとこの根元側、この樹脂製とあとゴムのですねバッファーが入っていますね。リコイルスプリングガイドはこれ金属製だと思いますが、スチールではありません。こちらアウターバレルも樹脂製です。この下部が結構開いている構造で、これ分かりますかね。ここを境目にこの色合いがツートンになっていますね。とチャンバー上部にですね、グロックのロゴとあと9ミリの刻印が入っています。こちらスライドは樹脂製になります。あとこのシリンダーの容量は約 20% アップしているとのことです。今グロック18の機関部との比較写真を写していると思いますけれども、見た目だけでも大きさが違うのが分かりますね。とスライドストップはこちらのですねスチールパーツにかかるようになっていると思います。はい、あと機関部ですけれども、一部スチールパーツが使用されているようですね。全体の感想になりますけれども、まずは東京マルイは最近メーカー刻印がオミットされている商品が多いような気がしますが、この G19 についてはですね刻印入りで少し安心しました。製品の感想としては、まずはスライドとフレームのコントラストが非常に良い感じで、スライドの金属感は非常にうまく表現されていると思いました。スライド全部の面取りとコッキングセレーション、あとアンビタイプのスライドストップやフィンガーグループのないグリップ、あとフレア型マグエールなど、ジェネレーション5仕様が余すことなく表現されております。特にジェネレーション5のグリップと、このグロック19のコンパクトな作りは、私的には非常に実写しやすさを感じました。モス仕様も非常に嬉しいんですけれども、バトン製のようにさまざまなドットサイトに対応したプレートがないので、東京マルイのマイクロプロサイトのみの対応っていうのは少し残念ですね。これはサードパーティー性を期待したいと思います。あと気になっていた新しいエンジンの打ち味ですが、さすが東京マルイですね。この冬の時期でもビシビシと響くリコイルと実写性能で、
マガジンが冷えてもスライドストップの心配は気憂に終わりました。もちろん CO2 と比較すると違いはありますけれども、かなり CO2 に近い感覚での自社性能だと思います。命中精度は、私最初視点を探すのちょっと苦労しましたね。結構ホップが強めに設定されていたので、ちょっと調整しました。調整後もですね、私の癖だと思うんですけれども、ちょっと左下に寄ってる感じがしましたね。マガジンバンパーの追加や東京マルイの刻印位置の変更、あとスライドの質感など細かい点ですけれども、見た目も向上しており、あとシリンダーの増量による実車性能向上も含めてかなり満足のいくエアガンだと思います。私のような手の小さいユーザーにとっては、この形状が非常にフィットしており、お気に入りの一丁になりました。やはり東京マルイ製は安心感がありますよね。もちろんバトンのグロック19の CO2 とも比較したいのですが、とりあえずグロック19はマルイ製で楽しみたいと思います。せっかくのモス仕様なので少しカスタマイズをしたいと思います。まずはですね、マイクロプロサイトを掲載しました。フラッシュライトはこれやっぱりグロック19が小さめなので、小さめのシュアファイア XC1 タイプのレプリカを装着しました。いかがでしょうかね。定番といえば定番の形状だと思うんですが、これがバランス的には非常にいい感じですね。東京マルイ G19 ジェネレーション 5MOS は、かなり人気の商品のようで、私も予約はできなかったんですが、1月30日に販売店の店頭で運よく購入ができました。この動画が公開されている時にはちょっと在庫は不明ですけれども、私のようにですね、小さめの銃でしかも内味がキビキビした銃をお探しの方はですね、ぜひ店頭で探してみていただいて購入を検討してみてはいかがでしょうか。それではこの後実写シーンもお送りしますので、よろしければご覧ください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。またお会いする日まで。さようなら。